こんにちは、ガチャンです。今回はオールドのりたけの技法を説明をしたいと思います。まず一つ目は盛り上げです。盛り上げは陶磁器の表面を立体的に装飾する技法で、わかりやすく言えばケーキの上にクリームでデコレーションをするようなものです。これはオールドのりたけの最も代表的な技法と言えます。欧米でも高度な技法として高く評価されており、英語ではそのまま盛り上げという名称で呼ばれ親しまれています。盛り上げには一鎮盛り、デコ盛りや貼り付け盛りなどがあります。この回では一鎮盛り上げのものを紹介します。デコ盛りは細かい線や点の盛り上げを指します。多くは金盛りやジュールで使われます。貼り付け盛りはウェッジウッド社のジャスパー技法のような盛り上げのことです。クッキーを作る時のように薄く作った生地を型で抜き、その抜いた生地を貼り付けることで立体的な盛り上げを作ります。しかし、この貼り付け盛り上げの技法はオールドのりたけでは使われていません。オールドのりたけの盛り上げは一鎮盛り、あるいはその他の技法との併用が多く、その特徴は極めて緻密で繊細なことです。さらに盛り上げで仕上げるだけでなく、金彩や植彩、ジュールなどを施すことで、より一層鮮やかな装飾美を実現しています。これらについては次の回以降で金盛りやジュールとしてご紹介いたします。これが盛り上げを描く道具の一鎮です。この名称の由来は、この道具を考案した江戸時代の久住盛景の画号一鎮祭から来ていると言われています。京友禅や加賀友禅の糊の線を描くために使われる道具です。真鍮のくしばしに柿渋を敷いた紙を円錐状の袋にして取り付けます。その中に白や淡い色の盛り絵の具を入れ、指で押しながら泥漿という緩めに調合した粘土を押し出し、線、面、点などを装飾していきます。先ほども触れましたが、盛り上げはデコレーションケーキの飾りを作る要領に似ています。盛り上げは現在でも瀬戸、多治見方面では使われていますが、一鎮の代わりにスポイトが使われるようになっています。この壺の盛り上げは松ぼっくりの形をしているため、松笠盛り上げ、英語ではパインコーン盛り上げと呼ばれ、とても人気がある図柄です。今回お見せしたのは背の低い壺ですが、これが水差し型の壺や40センチ近い高さの壺になった場合でも、平面に描かれるバラとパインコーン盛り上げの組み合わせとなっています。こちらはドラゴン盛り上げと呼ばれる竜の図柄です。ドラゴンの目、下、雲はエナメル盛り上げがハイライトとして使われています。竜の鱗や羽が丁寧に装飾されています。この図柄も壺やビアマグ、モカセットなどに用いられ、大変人気の高いものとなっています。先ほどお見せした写真を細かく見ていきましょう。これは紅白梅盛り上げの壺です。平面的に描かれた赤い梅に盛り上げの白い梅、そして枝も盛り上げ装飾が施されています。
背景のぼかしとの対比が美しく、日本の美意識を感じさせます。これは志田盛上の壺です。時代的にウィリアム・モリスの影響ではないかと思われます。ウィリアム・モリスは壁紙の図案で有名ですが、同じパターンを繰り返すアイディアは尾形光琳の屏風絵からヒントを得たと言われています。こちらはアメリカでビスケットジャーまたはクラッカージャーと呼ばれる器です。その名の通り、ビスケットやクラッカーを入れておく容器です。アメリカのオールドノリタケ研究家として名高いジョアン・バン・パトンによると、古新聞から森村組の広告を探し出した結果、当時どのような用途の器として販売されていたかが判明したとのことです。大変ポップな配色で可愛らしい器です。これはアイスジャーです。氷を入れておくものになります。蓋が金属製ですが、このように金属のパーツが組み合わされた器は珍しく、流通した数が限られていたものと思われます。淡い水彩画のようにして描かれた背景の花に、スズランが盛り上げで描かれています。フライングギースと呼ばれる図柄です。この図柄も大変人気のある図柄で、背景がモノトーンに近い墨ぼかし色のものと、この水差し型花瓶のように夕景色のものがあります。左奥は柳盛上バラ絵花瓶です。柳とバラの不思議な組み合わせが硫化美人を思わせると言われています。右奥の緑地の花瓶の形はアール・ヌーボーの曲線を描いています。左手前の小花瓶は竜を図案化した盛り上げの花瓶で、インカ・マヤ文明の影響があると言われています。エジプトでツタンカーメン王のお墓が発掘されたことがきっかけで、当時は大変な古代文明ブームでした。今回はオールドノリタケの技法のうち代表的な技法である盛り上げを紹介いたしました。次回は金盛りについてご紹介いたします。